YouTube をご覧の皆さん、ポッドキャストをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。8月3日土曜日、水面もキラッキラの快晴です。気温はめちゃめちゃ暑いんですけど、これだけ晴れてくれるとやっぱり雨ばっかりの梅雨より夏の方がいいですね。雲一つない青空、これで風が吹いてくれるともうちょっと涼しくなっていいんですけどね。オピンケフラワー、相変わらず可愛いですね。この花何の花なんでしょうね。後で調べようとかね言いつつ3週間ぐらい経っちゃいました。ビビハッサクもすくすくと大きくなってますね。早く色づいてくれないとどこにハッサクが実ってるか全然わかんないです。金柑のてっぺんにも新しい葉っぱが顔を出してますね。これも新しい葉っぱかと思ってめでてたらただの雑草のつるでした。むしり取ってやる。そして植木鉢コンポストは絶好調です。先週入れた生ゴミがすっかり土と化してますね。そしてこちらはイチジクのドーフィンちゃん。鹿の歯型もくっきり。許すまじ鹿。おかげで今年は果実が実りませんでした。Connie Asandaya, Kabulitsuki Yankee, Kami Godari Alua, Yameya, Mateya Connie, A 義彦の件で重大発表があります。 Shitsuko Sugihin, Kishore Hebi Hebiati, Chawa, 屋根裏で1週間生き延びた勇者義彦ですが、女の子かもしれない。 Amada Up Yameya, いつまで経ってもたまたまできないなーって Barbasan Seku Alade Wutai Talakena, 不思議だったんですよね。 Kazuku no Sosugihin, 今更名前変えるのもあれなので、 Yochua Ojiani Nanan, Omai Ononoko Lashidi, このまま義彦で貫こうかと。 Teosei no Jidai Yishina, 病院のカルテでは義彦にする。 Yochua Saikuya Nendi, 今後とも義彦をよろしく。まさかね、義彦が女の子だったとはね。一番最初に見た時にはちょっとぷっくりしてたような気がしたんですけどね。どうもそういう柄だったみたいですね。紛らわしいぜ義彦。ということで本日はじゃがいものニョッキを作ります。米ぬか 20%、加水率 45%。じゃがいも入りの生地なので、じゃがいもから出る水分を想定してこの加水率にしました。まずはこのじゃがいもをレンチンします。肩のり義彦。今日は料理中に義彦がずっと肩に乗ってました。やっぱ女の子だからね、料理に興味があるのかな。このチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。粉類の中にじゃがいもをセットします。加水率 45% の水分。この水分には卵2つと油を含みます。油はだいたい大さじ2杯ぐらい。卵と油を入れて目盛りが 225ml になるところまで水を入れます。入れすぎたから減らしたろ。そうしたらこの水分を粉類の中にセットして、今回はメランジュールロボさんでしっかりとこね上げてもらいます。よろしくロボ。ロボさんはちょっとうるさいけど楽ちんでいいですね。水分をだいぶ減らしたつもりだったんですけど、まだ若干生地がやわめな気がします。まあいっか。そうしたらしばらくお休み生地。アライグマババカル本日の野菜洗い。今回ね、ニョッキはミートソースというかトマトケチャップソースのトマト味のソースで食べようと思うので、そのソースの中に入れるナスビと人参とピーマン、
こちらを細かくカットしていきます。カンカン入りのね、カットトマトとかホールトマトとかを買ってもいいんですけどね、どうしてもね、空き缶が出るのがちょっと許せなくて。ちなみにまだヨシヒコ肩に乗ってます。旦那が缶詰バーのお店をやってるのでね、毎回大量に空き缶が出るので、せめてね、代わり場では空き缶ゴミは出したくないなと思って、ケチャップで代用できるものなら代用してしまえということでね、今回もトマト味はケチャップで作ります。はい、まだ乗ってる。肩から全然降りない。農家さん直売コーナーのピーマンは相変わらずお安いですね。袋の中にぎっしりと大量に入って、今回は130円でした。何かな。このピーマンも細かめにカットします。本当にヨシヒコちゃん、肩から移動する気配がないですね。なんてバランス感覚がいいんだろう。アライグマババカル第2弾。今回も野菜が大量にゲットできたので、野菜の漬けを作ろうかなと思います。生で食べられそうな野菜をチョイスして、醤油ベースの甘酢味で野菜をちょっと漬け込んで食べようかなと思います。こういうのを作ってね、冷蔵庫の中に入れておいたら、旦那が大喜びで夜の晩酌のあてにするのでね、もう今からニヤニヤ顔が止まらないみたいです。ただネギはね、生のままだとちょっとえぐみがあるので、切り込みを入れて軽く火を通そうかなと思います。こっちの青いとこのネギはミートソースの方に入れちゃおうかな。農家さん直売コーナーで買ったこの野菜たちがね、ババアの血となり肉となり、そして血糖値の上昇を抑制してくれる神食材たちということでね、本当に毎回重宝しています。今日も塩菜という名の野菜を買ってみました。これも半分は漬けの方に回して、半分はミートソースに入れようかな。ちなみに塩菜のお値段もこの1袋で130円。とんでもないですよね。本当にありがたい。きゅうりは蛇腹にカットして味が染み込みやすいようにします。蛇腹ってなんか言いやすそうな言いにくそうなね。蛇腹のラがはっきりと言えたらちょっと気持ちいいですよね。まあね、どうでもいいんですけどね。ピーマンはざく切りにしておきます。野菜の漬け用の液を作ります。醤油が1に対して水が 0.5、 そしてお酢も 0.5。 今回は水を入れましたけどね、お酒の方が美味しいんじゃないかなと思います。そして砂糖適当。私はフルーツシュガー加糖を使って血糖値を上げないようにしてます。そうしたらこれに火をかけてネギも少しだけ一緒に温めます。どうしようか悩んだんですけど、一応ニンニクも入れてみました。そしたら先ほど切ったピーマンときゅうりの中にこのネギとね、醤油ベースの汁を入れるんですけど、その前に塩菜を上にのせて、その上から汁をかけようと思います。塩菜に火が通り過ぎるとちょっとシャキシャキ感が損なわれそうな気がしたので、余熱でちょっとしんなりとさせてみようかなという算段です。悪巧みしてるみたいですね。明らかにね、容器から野菜がはみ出してるとは思うんですけど、上からぎゅうぎゅうに押さえつけてやればなんとかなるかな。塩菜を少し押しのけて、その間に大葉を詰め込んでみました。そうしたらね、ひたひたラップでこう上からギュギュッと押さえ込もうと思ったんですけど、完全に汁が足りてないですね。食べる時にね、下からほじくり出せばいいか。そしたらミートソース的なものを作っていきます。ひき肉が割引じゃない時は小さいのを買う。それが代わり場のセオリーです。どうせね、野菜でかさ増しするから、このひき肉なんてね、少々成分が出るぐらいの量でちょうどいいんですよね。大量のナスと人参を投入したら、お水を入れてちょっとだけ煮込みます。合法パウダーも振っとこうかな。
お肉と野菜に火が通ったら追い野菜をどんどん入れていきます。まずは彩りピーマン、そして塩菜どっさり。野菜入れすぎ感が半端ないですね。そしてその中にケチャビーム、ケチャップの中に水を入れて余すところなく使い切ります。無事ってなったな。そして隠し味のウスターソース、追い合法パウダー、そして醤油をたらり。美味しいは約束されました。こんなもんね、まずいわけないですよね。ご飯にかけて食べたい。さて本日もスネジャンカソースを作ります。ここ最近何回もね、スネジャンカソースの説明をしてるんですけど、スネジャンカソースっていうのはブルガリアのヨーグルトサラダのことで、水切りしたヨーグルトと、あとは塩もみして水分を出したきゅうりとか、あとトマトとかお野菜をね、一緒に混ぜて塩コショウとかニンニクで味付けをしたものです。これがね、美味しいんですよね。夏のサラダにぴったりです。夏バテ中で食欲がない時でもこれだったらスルッと食べられるんじゃないですかね。我が家は塩コショウの代わりに合法パウダー。合法パウダーの依存性半端ないですね。でも安心してください。合法ですよ。今日も赤いタッパーに詰め込んじゃいましょう。それではじっくりと休ませておいたニョッキの生地を成形していきます。やっぱりちょっと触った感じ柔らかめだったので、手粉を多めに振って何回か生地を重ね合わせてみました。あとはね、もう適当な大きさに切って丸めてフォークの背でちょっとなみなみの模様をつけながら成形するだけなんですけどね。まあ特に説明はいらないですよね。隣の大鍋でお湯を沸かしながらニョッキをどんどんと成形していきます。ニョッキ以外にね、オレッキエッテとかカバテッリみたいな形のも作ろうかなと思ったんですけど、生地がそもそも違うのでやめておきました。それではどこのご家庭にもあるこの大鍋でニョッキを茹でていきます。通常の小麦粉だけの生地だったら、この肉厚さだったらそうですね、15分ぐらいは茹でると思うんですけど、今回はじゃがいも入りなので多分7分ぐらいで揚げたと思います。成形して出来上がったものをどんどん茹でていって、一旦水の中にさらします。そうしないとね、量が多いので余熱でちょっと麺が柔らかくなりすぎるかなと思って調整のために水でさらしてますけど、通常の量だったらね、別に水にさらす必要はないんじゃないかと思います。我が家はね、なんせ 500g の粉とじゃがいも5つで生地を作ってますからね、給食かって話ですよね。そしたらニョッキの舌触りがいいように油で絡めておきます。油をこんな感じでまんべんなく回してるとニョッキ同士がくっつくこともないんじゃないかと思うので、私はこうやってちょっと炒める感じでやってますけど、今ちょっと合法パウダー振りましたけどね、炒めてるんですけど、油を回しかけて混ぜ合わせるぐらいでもいいと思います。それでは盛り付けタイム。安定の白ボール、私の予想ではこのソースもうちょっと水分が多くなる予定だったんですけど、なんか肉味噌みたいな感じになっちゃいましたね。味が足りなかったらなんか上からかけてくれということで、これはこれでよしとしましょう。粉チーズとパセリかけとこう。あんまり使ってない漬け。予言通り下の方からほじくり出してみましょう。こうやって下からほじくり出してかさが減ってくると、おのずと上の方まで液がね、行き渡ると思うので、漬け時間差システム。これは一度作ると後が楽ちんでいいですね。
トマトも添えたろうかな。ちょっとサラダっぽい。そして今日もコーヒーゼリースイーツ。自作のアイスがガッチガチになっちゃいました。そしてその上にホイップクリームを絞ってココアパウダーをパラッとかければ出来上がりです。出来ニョッキとスネジャンカと野菜の漬けとコーヒーゼリースイーツ。相変わらずカオスな組み合わせですけど、いただきましょう。この野菜の漬けもちょっとまだ漬かりが浅いですけど、非常に美味しいです。今日はスネジャンカソースのサラダしか作らなかったけど、サラダ代わりにちょうどいいですね。そしてこのスネジャンカソースサラダ、相変わらず安定してますね。そして本日のじゃがいもニョッキの出来栄えなんですが、このニョッキの仕上がりもソースの味もちょうど良かったです。ケチャップでここまで再現できるなら、もうトマト缶は買わなくていいな。正直このトマトソースの中に塩菜を入れたのはもしかしたらちょっとミスったかもしれないんですけど、これはこれで美味しかったです。ただ塩菜が邪魔してニョッキにソースがあまり絡んでくれませんでした。本日のよしひこ邪魔されクッキング、美味しかったです。さようなら。